简直都有点像那种玩具乐园似的，怪可爱的。要往上升，但是他们这儿是不是不受诅咒的影响？どういう理屈か知らねえが、ここには力場が存在しねえ。呪いにかかりようもねえ。追ってみようぜ。オイラもこいつらの正体を知りてえ。それとレグ、力場がねえんでオイラの意識読みも聞かねえ。警戒を頼むぜ。了解した。他们害怕雷格吗？こいつらは慣れ果てなのか？おそらくな。だが人間性を残しているのか、妙な知性を感じないか？マジカジャってやつの。他看上去不像生孩子，他看上去像个机器人儿。この先に挑むためにも知る必要がある気がするぜ。黎明教の言ってた呪いと祝福に関わりがあるのかな？さあな。だが白笛連中の仕業じゃないことを祈るぜ。エミリー、ここだよ。啊！别凿普鲁修卡。这是机器一样啊！ブルシカが嫌がってないの？どうして？石、本当の形になっていないからだよ。メディポー、教養語で何だったか。命の意志を伝える音を出す。楽器か？それ。楽器になると石は強くなり、这些都是用晶石做的。その過程をしないで持つのは価値に良くない。価値？那来的路上那些人类的骨头和部分，是不是也是他凿的呀？ついておいで、カジャたちのイルブルを見せるよ。なあ、マジカ好ジャと言った恶啊！お前は一体何なんだ？そこのいい匂いのするふわふわと那他为什么是慣れ果てだよ。悪いけどオイラにおめえが生物かどうかも怪しく見えるぜ。カジャは体が匂いでできてる。そのままだと話せない。この体は入れ物だよ。カジャは体が所以是卡加的意志。入れ物じゃなくてね。哇，他们的住处市场一样。何ここ？まるで市場。そう。那他们都有意识啊，还织毛衣呢。应该都是死在这里的。像是古玩一样。原始社会。ああ。人の子は内
一番価値が高い。丸ごとなら。我想到那个周周里面的那个讨债人玛丽莲·曼森。どうか。待って、売らないよ。私は奈落の底に行くんだもの。残念。じゃあ諦めるよ。価値奪うのは一番重い罪。私は諦めないよ。髪の毛とか爪の先とかで買えないのかな。二人とも見たか、あの金の印。ああ、例の印だぜ。ひょっとしてマジカジャさん、他这帽子書き置きのことは知らないのかな。ここは何にでも興味ある素振りを見せて情報を引き出してみようか。プルシカを取った誰かもはぐらかされたままだしな。いい。逐渐上道了。啊，咪喵，感觉咪喵。天哪！そんな感じの見た目してます。慣れ果ては皆多かれ少具象なかれ体が欲望的具象形になるんだよ。皆欲を持って奈落に挑んだけど行き場所をなくし、ここで慣れ果てになることを選んだ者たち。ここで命を差し出し慣れ果てると縛られてここからは出られなくなる。けど代わりに欲に応じた姿と守りをもらえる。这还挺有意思的。这些可能都是应该本身都是人、探觉者之类的。きちんと命を持っている。とても強い強い欲で守られたんだろうね。素晴らしい価値だよ。そうなんだ。あなたたちも私と同じようにアビスの底を夢見て冒険に出たんだね。私はここにいられないけど、よろしくね。まあ、その子はメイニャ、仲良くしてね。哦。くすぐったい。おい、やめ。もう一緒。メイニャ。ダメ、持ってかないで。要抢走他的价值。見せてみろ。なんだこいつ。なんて柔らけえ骨だ。哦，还能缩回去。空気の逃げ場所がなくて尻綿が膨らんだみてえだ。是不是这样？所以之前那个生物的屁股是被缝起来的，可能也是。決められないほど高い。そうだよ。ああ、生産が始まる。
因为不能夺走别人的价值，咪喵的价值是非常高的，所以他就要被清算了。所以把他的价值也要带走。哇！隠してたもの。価値が釣り合うまで生産終わらない。他们的痛苦好真实啊，倒是。カジャでは何もできないよ。それともそれの価値、実は生産しなくてもよかったぐらい低い。そうじゃないけど、乱暴しないでくれたらいいの。ハーディ。あ足りない分体で補うよ。体の買い手は多い。中身知るの価値のものもいる。なあ、価値を奪うことが罪ならよ、プルシカの剣はどう申し開きするんだ。あの石、ビューブルの外から持ち込まれた。外で起きたことは村の力で守られない。取ったのはお前らじゃないと。ハディマイ。何それ君のものだよ。ようやく君の価値傷つけた分になった。私、これ、受け取らなきゃダメ。前、捨てても捨てられないよ。価値は君にくっついてる。それだけあれば、ハニースクハーディ。なんと言ったか、寝床と人の食事も困らない。ハディマイ、カジャは体通してくるよ。また後で。ちょっと君たちの価値、さっきので皆に知れた。傷つけてくるのいないと思うよ。マディ、宿を探してるんだ。泊まれるところを知らないかい？マーティンも。参ったな。ハニースク？マディ？ハニースク。吃东西的地方，睡觉的地方。ハニースク。落ちてるのに？跟我来，怪可爱的。通じたのか。リコ、なんで知ってんだ？さっきマジカジャさんが寝床と超绝学习力。ハニースク。おめえすげえな、あの聞きにくい言葉をよ。こういう時は言葉わかんなくても焦らず伝える心構えこそが大事なのよ。それにうちの個人観光很适合他呢。私はそんなに上手じゃなかったけど。ひでえもん見ちまったけどよ。へこんでられる状況でもねえってのはあいつが一番わかってんのかもな。単純にワクワクも抑えきれないんだろ。甚至还有前台。お宿を借りたいんですけど、私とレグ、ナナチ、あとメイニャ。いくらなのかわからない。あとご飯も。このお金使うの気が引けるな。そういうな。メイニャの治療にも安全な場所が必要だぜ。嗯。こ
これが比那个波多尔多那儿稍微好一点吧。哦不，これが5分。立刻真是强心脏，好心态。なんだよ、結構いけるじゃねえか。ほ奥秘妙。らなあ、この色合いといい、頻繁にハムシが飛び込んでいる状況といい、大丈夫なのか。大丈夫。七ちご飯みたいに味もどし型なのは珍しいもん。それに多分これ、ここでしか食べられ。算是特产了，土特产。アビスの旅は一期一会なんだから。哦，言わんこっちゃない。腹温めるやついるか。大丈夫。こういうのは早めに壊しておいた方がいいのよ。おお、トイレ。何度となく孤児院で見た光景だ。おそらく半日は便所と寄り添うぞ。今日はどうする？オイラはメイニャとリコの体に良さそうなもん探す。お前も不是真的像是去异地旅游一样。なんだ、妙に慌ただしいの。地震？いや、何の衝撃だ。マジカちゃん。いえ、この騒ぎは一体何事だ。ファーリー、これきっとファプタ。カジャも見に行く。ファプタ？とても珍しい。いつもとても怒っている。ファプタ、価値の化身。でも普段姿現さない。どこにでも行けて決して滅びない。カジャみたいよ。レグ、聞いたか。ああ、どこにでも行けて。很像抢走他们あの書き置き主を修卡的残したやつなん那个。じゃねえのか。行こう、ナナチ。待って。この騒ぎで動けないリコとメイニャを残すのは不安だ。偵察は頼んでいいか。了解した。何かあったら通信機で知らせる。油断するなよ。判断に迷ったら必ず引き返せ。人の子供どうしたの？腹壊してうなってんだよ。ハーディマ、それいけない。カジャ、人の子の価値を落としたくない。お前、綺麗な水と果物。他们最后不会是想要也吞噬他们吧？把他们留住了。どっちだ？まあ、ファプタってよ、どういうやつなんだ？ハディマエ、ファプタ、教養語での意味は何と言ったか。身分の高い女性。这是个白笛吗？なんだ？お姫様か？そう。姫。慣れ果ての姫。啊，怎么是他呀？他已经变成生孩了。这些是早就已经在底下的居民。何か質問してる？我々はガンジャ、黄金鏡を目指しやってきた決死隊だ。ガンジャだ。我々の反応から意志を探ろうとしている。おそらくは言語。いいね、いいね。知恵感じるじゃん。ついてこいってことかな。警戒はしておけよ。
这一集给我一种很强烈的宫崎骏电影的感觉，不管是集市还是成群结队的那种生孩，感觉特别像那种，比如说像《千与千寻》里面的大澡堂，有点像来自不同地界的这种生物汇聚到此处，更像是一个非常有生活场景的这么一个景象。而且他们这个部落村落的这个交易规则也是非常的神奇吧，所有的这些价格都并不是市场运作决定的，而类似于是一种自发意志的标价。我认为米喵的这个价值很高，那它的价值就是这样子被定义的。所有这些物品或者说人的这些价值都是跟本体这个人的意志或者人的灵魂想法是息息相关的吧。但是这样子的话有个问题，就是每个人他对价值都可以是有不同的定义的，等于是他这里的价值并没有一个统一的标准。这样子的话也多少能理解为什么就是在这个村子里的生孩，它并不像跟波多尔多他那个乡亭里的大家还是有自己他们意识形态存在的，毕竟如果没有这个意识形态也没有这种价值，或者说他们这个村落的规矩产生了，他们应该是受到这个村子的力量，所以呢他们有了一定的意识残存，同时他们也会面临被清算的这个危险吧。娜娜奇也是饱受着米蒂对他的愿望、期许与爱，所以他也有着很高的价值，有着完整的生命体，真的是又被刀一遍吧。那个粉色的生孩被解体肢解这一幕也真的看得太令人惊心动魄了。它被分成一块块的肉和皮，这样卖给就周围的人，它的每一部分都可以用这样子小小一枚硬币就代表了。不过还确实挺神奇的，即使到了这种地方，深渊如此底部的地方，它都有自成一套系统，自成一套社会法则，应该是自行生成的一种规矩，一种准则。价值的判定可以说是非常霸道的，当然那个清算也是，并不是物质上的价值，更像是一种情感或者说是精神上的价值。就像凯达说的，就是这是欲望的具象化吧。如果你的欲望足够强烈，你想要一样东西的话，你可能就要用你自己身体或者身体的部件来作为这个代价，就是你想索取多少取决于你愿意牺牲，为之牺牲多少吧。最后出现的这个公主，也就是法布卡，这么看的话，她应该就是之前奥斯城的那个土著小姑娘。更让我好奇，他们当时的那一对敢死队到底都经历了什么吧。现在这个公主她是跟这个其中一个机器人在一块儿，那看来的话，当时他们的小队应该是跟类似于引导他们的那几个机器人是达成了一种共识，多少有了一些协作吧。感觉这个机器人现在是服务于公主的。而且福布塔虽然它应该也是一种生孩，但是它完全跟其他生孩有天差地别吧。它的这个速度形态，而且它也有着意识的残留，还有着智慧，会说这样子的语言，我感觉完全是不一样的存在吧，也难怪说是公主。非常期待接下来的故事了。那这期视频到这结束了，我们下期再见了，拜拜。